起きてます。だからもしかしたらちょっとでもなんかいい映像がお届けできるかなと思って今日撮影日にしました。山に向かって走っていきたいと思います。白いもんが見えたかと思いきや全然エイの死体のみ。大台車庫、まあ車庫がいる筋でもあるんですよね。これは臭い。まあそんな簡単にヒラメ取れるわけなく、こんな感じでした。車庫ですかね、良かったのは。1番目はいるんですよね、いつも朝一だけね。U ターンしようか先へ進もうか。おお、そうだけどちょっと先に進んでよかった。さすがボーナスタイム。カニにヒラメにオコゼおったのか。危ない。カニとヒラメに目がいってオコゼ気がつかんかったですね。よかった。カニはもう2月が一番うまいです。2月が一番甘い。先日カニ買った隣のおばちゃんも自分の友人も今のカニってなんかめっちゃ美味しいんだけど気のせいかなって言うてましたんで、分かる人は分かると。あ、でも一応ボーナスタイムですね。小餅なんで今美味しいですはず。一応朝最初にやったところに戻ってます。ちょっと様子だけ見てそこからまた移動したいと思います。さあ、さすがに移動でしょう。これは暴れてる。暴れ方がもうヒラメっぽいんですけどまだ分かりませんが、あ、柔らか。これ、うわ、これはおかずに良さそう。もうすでに柔らかい。暴れようがすごくって全然違う方向に落ちてきた。よいしょ。あ、もうほんま入ったばっかりですよこれ。小さいですけど、小さいって言ってもいい加減ありますね。21、42、あと5センチぐらいか。47ぐらい。まあまあ良かったです。今日は早々に取れた。さすがいい塩。ただこれでもうボーナスタイム終わりなんでちょっと移動したいと思います。いつまでもここにこだわっててもちょっとやばそうなんで。
福井のカニ、本日3つ目。もういつもこの山のてっぺんの潮が一番走ってる時間ほんとなんもなんですね。小潮の時とか潮走ってる時間帯にいてくれても良さそうなんですけど、小潮でさえあの時間がいません。あとは山をてっぺんをちょっと越えて少し潮が立った時、その時間ぐらいでしょうか。それと夕真面目がいつもチャンスなんですけど、それは晴れててなんぼなんですよね。ちょっと今日曇りなんで夕真面目は期待できんかもしれません。なんじゃこりゃ、どえらいゴミがなんかもわからん。爪の上に乗ってました。シャコのもうほぼなんもらん時間帯ですね。潮が早い時間はもうエビさえ入ってない。これはすごいと。これはつらい。エビさえ見える。ちょっと潮がとろんできました、時間的に。おっと、しかしヒラメ入ってないとエビも入ってない。一応まあもうこれ狙いでやってるんですけど、よかった。これうまそうっすね。これマジで個体的に美味しそう。うわ、めっちゃうまそう。これにしましょうか今日は。ちょっとインポンママさんに LINE して何か考えておいてねと言うときたいと思います。もう一つで2人分あるでしょこれ。芝居分も沖へ出ちゃって沖の方が多いんですよね。ただ今日はもうこの辺りでうろうろしたいと思います。さすが潮を着てるだけありまして、4つ目ナイスでしたね。1個前のヒラメと違って両方かけてやってみました。やっぱりちょっと沖に出した方が貝殻きついんですけど、イイダコとか芝居も多いみたいなんでついに見え始めましたね、ホヤの子。まだ少ないですけど、こればっかりになる乗馬もできます。ちょっと潮が収まるとイイダコまでよく入ってくれてましたね。超高級品ですよね。もう今やいい入ってます。波の錦、これがなんかわからんの。それなんかたまに見るんですけど変形したような。こんなチャンス時間に貝殻引いちゃって、ああもう、まあ2番連続おったからいいとしますけど、イイダコでもおらんかったら何もおらんでしょうね。うわ、イイダコおらんか。下から出てきてくれるはず。おお、でもこっちの網がなんか貝殻すくったからよかったのか知らんけど、カニ2枚。もうただ他のもんが貝殻すくっちゃったもんだから、他のもんが全然。でも貝殻すくったから無事だったんですよね。これちょっと冷たってもおかしくないとこなんですけど、2つも今日5つ目。続々と
とイイダコは出てきてくれてますけど、まだいるでしょう多分。いや思ってなかったな。でもオスの痩せタイプのやつ、オスはこっちとやったの多いですよね。これはいいとこ入っとるな。今日は当たりがいいことで、もういい時間終わりましたね。でも晴れてくれましたね。何でもいいから何かの活性が上がってくれればいいですけど。活性が上がったのは名古屋フグでした。1匹だけしかも。よかった。これは完全に夕方パワーかもしれませんね。1日見てなかったですからね。瓶切れまで多い。これも太陽パワーでしょう、夕方の。自分たちは瓶切れとか六兵衛って言ってますけど、梅たりごち、めごちですね。うまいですよね、甘くて刺身が。同じ港の人たちももう帰ってる。ではラストです。ラストで赤貝でした。では帰ります。お疲れ様でした。ヒラメ5のおかげでなんとか帰ります。ラストの網はこんな感じでした。これと芝エビです。よいしょ。今日は良かったんじゃないかと。良かったです。はい、カニもゼロの日もあるし、ヒラメもゼロの日ももう普通にあるんで、今日はヒラメ5、おお、カニ6。おお、すごいやん。そうなんよ。やっぱ潮起きとるし、これで晴れとってくれとったら、もうちょっと良かったかもしれんけど、最後一瞬だけ晴れたの30分。その網はなんかこっちとかも入ってよかったな。連絡したように、これで何かお願いします。イジポンママさんなら美味しいものを作ってくれるに違いありません。言うたな。頑張りましょう。頑張って。じゃあ、私がこしらえますんでよろしくお願いします。皆さん今日もハードワーク、部長お疲れ様でした。前回開けた視聴者さんからのおすすめのお酒を前回1つ開けましたが、3つあって1つ開けたんですけど、なんか4つあったらしいですね。自分もわけがわからなくなってきてます。あと3つありました。とりあえず全部開けてみましょうかね。何が来てるか。まずこれはカナディアンクラブ12年ブレンデッドカナディアンウイスキー。お手頃価格だったような気が。まずこれと、なんかこれバッチリ美味しそうですね。なんか色が好きな色ですけど、12年でこの色出せますよ。これまた視聴者におすすめしていただいたんで買いましたら、何が出てくるのか。赤部純米酒。あら、うまそうですね。これも精米具合 60%。 これも確かお手頃価格だったと思います。
これは何でしょうかと、天使の誘惑本格焼酎。うわ、瓶がなんかすごいんですけど、結構すごいな。これ高かったんかな。どれ行きましょうかの前に、以前ボンベイサファイアを飲んだ時にですね、視聴者さんがソルティードッグがおすすめですと教えてくださいましたので、やってみたいと思います。レモンを、塩どれ行きましょう。実は塩マニアです。まあでも確かにこれ飲んだ時にちょっとやっぱりストレートとかロックじゃないですよね、どう考えても。もうかくってるような感じですもんね。このソルティードッグならちょっと自分の苦手な匂いもなくなるんではないでしょうか。塩何個想像するにちょっとジュースっぽくなるのがもう分かるんで、もう酸味をつけてますから、酸味のない塩。だし味おかしいですよね。戸田塩でいきたいと思います。静岡県の塩です。2種類持ってます。戸田塩を選んだ理由は形状がつけやすそうだったから。あとちょっと甘みのある塩です。バカ。でもこれ入れましょうか。一応ゆじぽんママさんが用意してくれてましたグレープフルーツジュース。さすが。でもこれなら確かに、これならもうジュースですもんね。いただきます。なるほど。うまい。めちゃくちゃうまいですね。塩がとってもいいです。一番最初にこれ考えた人天才ですね。これならもしかしてゆじママさんでも飲めるかもしれない。これはもうかなり美味しいです。ソルティードッグは学生の時ちょっと都会の方にいたんですけど、寄島の田舎者の漁師の息子がおしゃれなショットバーとかに先輩に連れて行っていただいて、飲んだことはありますが、家の方がうまいですね。めちゃくちゃうまいです。これ今日はですね、料理の前のおつまみがミミカモガイ、タイラギ、ニシガイなんで、これでいってみたいと思います。これ見た瞬間これに決まりました。自分の中で赤部純米酒が好きです。やっぱり一番そのお米の香りがダイレクトで伝わってくるんで、純米酒が好きですね。なんか匂いは甘め。ちょっと値段調べてみましょうか。1760円。これ特別かな。こんなに安くなかったような気がしますけど、自分買った時。今セールのマイナス 40%。 今買うべきですねこれ。岩手県盛岡市。東北の方の、東北北海道のお酒は日本酒にしてもその焼酎にしてもあまりおすすめ。当然西日本の方がたくさん見てくださってますんで、これは楽しみですね。いただきます。合いますねこれ。平木いってみましょう。自分の中で瀬戸内海ナンバー2の美味しさ、平木。いや誠にいいですね。自分の中では癖のない酒。お米の香りとかもそんなきつくプンとくることもなく、甘くもなく辛くもなく、全く癖のないお酒という感じですね。評価を見てみたいと思います。白桃を思わせる香りが香りの奥から感じられるグレープフルーツの爽やかさな果実香。ちょっと自分はこれはちょっと感じられませんでしたね。酸味がバランスよく締めてくれて、酸味あるんかな。シャープな後切れが食中にも映えます。シャープさもそんなに感じないけどな。辛口ならシャープさを感じると思うんですけど、若い人たちが作ったお酒だそうです。ただこの評価に書いてるようなことは自分は感じませんでしたけど、美味しいお酒ですね。いくらでも飲めるタイプのやつ。はい、とりあえず何？ゲタの何ですか？下ビラメの焦がしバターソース。下ビラメの焦がしバターソースだそうです。いい匂い。このハーブの匂い？これローズマリー？いい匂いですね。これはもういただいてよろしいんでしょうか、このまま。まだ？まだらしいです。焦がしバターソースが来るんかな、もしかして。そうです。ブチ。はい。普通にブチうまそうです。はい。熱いですよ。いやー、うわ、うまそう。やば。というのに、それからレモンを。確かにバターに。はい。OK です。バターにレモンを絞ることであっさりしそう。これはうまそう、ほんまに。うわ、すごいな。ちょっとローズマリーの香りつけておきましょう。いただきたいと思います。うまそう。これはすごい。いただきます。ちゃんとやりましたね。どうでしょうか。久しぶりにこのまま商品になりそうなものができました。やりました。めちゃくちゃうまいこれ。やった。
外食でも味わえないぐらいの美味しさありますねこれ。これはもうもはや日本酒よりも先ほどのソルティドッグでもまあでもカクテルなんで合わんかなさすがに。いや全然いける。塩なんでこの縁が塩なんで全然いけます。ゆじママさん食堂でこのまま出せれるなこれ。そうですか。でもさすがにこの塩川は小骨があってそのまま無理。無理でしょう。まあでも行ってみたいと思います。あ、いける。小骨ごといけます。塩がうまっ。ご飯よりはパンかな。もう改良する必要はありません。あ、でもこれちょっと胡椒いってみてもいい？入ってるんですけど。入ってる。ちょっと胡椒がもうちょっと効くともっと美味しいかも。胡椒も基本自分もともと好きなんでちょっともう少しだけ胡椒を足していただくとまあ好みですね。この辺は野菜も一緒にうまっ。自分は胡椒ちょっと足しが好きです。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。大成功でしたねや今回。ったこれはほんまに美味しかった。これちょっといっぺんムニエルうんめちゃめちゃうまかったやん、ちょっと超えてきた感じが。バターソースがいいんだろうな。バターソースとレモンの相性が半端なく美味しい。